あ、ゴッドカツ。ゴッドカツ、うん、これ皆さんご存知ですか？ゴッドカツ、知らない。神のまあゴッドでまあカツ。いやまあ通ったことある。なんかそうそうそう、これ俺もずっと気になってた店なんですよ。で多分車とかを利用して埼玉の方とかね、多分練馬の方とかに行く人とかはまあ確実に見たことがあると思う店なんですよ。ゴッドカツ、ね、ゴッドカツっていう、名前が名前だからね。そう環七の通りにあるんですよ、でこの店俺も結構埼玉の方とか、練馬の方行くからさ、映画館とかもあるしさ、でずっと気になってたのゴッドカツ、でなんかもうあたかもねチェーン店みたいなこうなんだろう店構えなんだけど、聞いたことないじゃんゴッドカツって。いやマジでない、普段、何なんだろうこの店って思ってて、まあ、青の看板で白で確かゴッドカツ、まあカツだろうなとは。そう、まあカツの店なんだろうなっていう、まあでもカツの店って結構なんかこういう感じのチェーン展開してそうな店って割といろんなところで目にするのになって思ってたのに、確かにそう環七のそこでしか俺は見たことがなくて、聞いたことない、で俺ついにこの間行ってみたんですよ。行ったんだゴッドカツで、まあ店内入ると思ったより広いの、びっくりするぐらい奥行きがあって、で4人掛けのテーブルとかがもう多分ね12345ぐらいあったかな。結構広めの本当にだから群馬とかそっちの方のお店の広さに近いような。ファミレスとかよりは広くないけど、そうでもなんか普通の小さいこじんまりとしたお店よりはすごく広いタイプの店で、でもうまずね店員さんが席に案内だけしてくれて、メニューはタッチパネルなの。そうなんだ。そうだからチェーンみたいだなって思ってたけど、注文形式もチェーンみたいなのね。そうね。でもチェーンだけど聞いたことないよなって、こんなチェーンっぽい店なのにと思って、でタッチパネルパッてやると、だいたいねロースカツ定食とかが1000円以内で安食えるのよ。今安いよそれ。でキャベツもおかわり自由の感じ、でまあ俺はちょっとでもどうなんだろうと思って、こんな安いってことはそんななのかなって思っちゃったの。1300とか1400取られないと今ねなんか美味しいカツってなかなかって思ってたから、まあここがチェーンなのか個人店なのかもよくわからない状態、でまあ一応頼んだのよね。で来るまでに結構時間があったから、店内をバーッと見渡したのよ、そしたらその壁にね、なんかあんま見たことない絵が飾ってあって、っていうのが本当にアジア系の神様のなんかイラストチックな絵が描いてあって、壁に、でその神様が、手でカツを持ってるでそっちの神様なんだ。ゴッドカツだって思ったのその時になるほどっていうまんまだ。だからなんか神がかったうまさとかのゴッドカツなんかなと思ったら神がカツを持ってる。なるほど。それが壁に書いてあるの？そう壁に書いてデカデカと、結構多分1メートル以上ある絵なんだけど、サイゼの天使みたいな感じのやつ。そうそんな雰囲気の、まあ、西洋画というよりは、割とこうなんだろうな、イラストに近いような感じなんだよな。なんかまあでもそんなにこうなんだろう荒くないというか、絵は結構繊細に描かれてて、アジアのゴッドなんだ。アジアとかだから中国系のね、なんかどっちなのかちょっとどっちつかずというかで、なんかもうね横幅3メートルぐらいでかい横長の絵も飾ってあってね、壁に、さらに、でなんかこう景色のような感じで描かれてんだけど、よーく見るとカツが作られる工程が書かれてるそこにこうなんか粉まぶして揚げてみたいなで取り出して、でここでなんか皿に盛って出来上がりですみたいな絵。どんなイラストなのそれ？そのイラストの、俺もね意味、こんなことになると意味がわからなすぎてなんかよくわかんないんだよ。なんか普通の絵だったら運河が流れてそうな絵なのよ。わかる？なんか運河がこう
うねうねと流れてそうな絵なんだけど、その運河のなんか代わりじゃないけど、なんかカツの工程がそこにこう当てはめてあってうねっとこう描かれてるみたいな謎の絵。はあ。そうでちょっとその時点で、あれ失敗したかなって思ったね俺は。なんかちょっとなんか変な雰囲気の店だなって思っちゃったの。いや正しいと思う。いや俺もなんかあんまこううまいもんが出てくる感じではないのかなっていう気がしちゃったんだけど、そうね。そうでいざカツがね到着したんですよ、でもう本当に食品サンプルのような綺麗な楕円、もうほんとに偽物なんじゃないかってぐらい綺麗なカツがこう切られてね6等分されて出てきて、でまず味噌汁をすすったんだよ俺は。味噌汁もついてて味噌汁からいった。まず味噌汁からいって塩分をちょっと調整してね、で味噌汁うまいの、なんか濃くてうまいタイプの、ああうまいな味噌汁、で次にキャベツでキャベツにかけるドレッシングがあるんだけど、そのドレッシングがなんかね知ってるドレッシングじゃないの。もう名前を言ってくださいって言われたら答えれないんだけど、もうシーザーとかオニオンとか、なんかそういうのでもないタイプの。人参とかでもない？人参とかでもない。なんかちょっと色はねなんかね黄色みがかかってる感じの黄金色みたいな感じのドレッシングなんだけど、でも玉ねぎとかも入ってそうな感じなんだ。結構ゴロッとしたものも入ってて、でそれをかけてねキャベツまず食べたんだけど、そのドレッシングがめちゃくちゃうまいの。なんかこう焼肉のタレをちょっとドレッシングなんか野菜に合うようにアレンジしたみたいな、なんかうまみのあるドレッシングでめっちゃうまいな、でまあ肝心のカツにソースつけて、で食ったんだけど俺マジでね、これ初めて言う擬音かもしんないけど、もうザクザクとかじゃなくて、ジャギジャギ、もうもう衣がめっちゃ立ってるのよ。で感じたことないぐらい食感を感じるの。もうジャギっていう多分口の中に擦り傷を負ったんじゃないかってぐらいジャーギそういうことか。そう立ってんのよ。毛羽立ってるのがもうトゲが擦り傷を負いながら食べてないかってぐらい食感を感じるの。でめっちゃうまいので、うまいんだ。びっくりした俺。だから1000円でこんなうまいカツ食えんだと思って。うまいんだ。うまいのよなんか。で、俺だからゴッドカツ初めて知ったからさ、さすがに気になったのよね、で調べてみようと思って、一体ゴッドカツって何なんだろうと思って、なんかうまかったしもっと店について知りたいな確かに、って思ったら、このゴッドカツの、その経営してる上の会社がもう皆さん知ってる会社で、っていうのが吉野家。吉野家が経営してる店なんだけど、でゴッドカツ確かにさほらチェーン展開してそうなのにどこにもないなって思ってたじゃん、マジでここにしかないの。環状7号線の豊玉南本店って名前なんだけど、ここに1店舗しかないの。そうなんだ。でこのゴッドカツが多分なんか吉野家がカツを展開していこうと思って出した1号店なのかなっていう感じなんだけど、でももうこの店多分半年以上経ってんのよ、でそこから2店舗目がまだ出てないわけじゃん、そうだからなんかそういうわけでもないんじゃないかって思ってて、で店の作りとかも見てると、俺もしかしたら社長のなんか家が近くて、なんかこんな店舗あったらいいなで社長が結構その道楽で出した店なんじゃないかってぐらい遊びすぎじゃないさすがにそうなんだ。吉野家系列というか吉野家系列なんだ。だからまあ間違いないのよ。やっぱチェーンとして展開していくなんかノウハウというかはしっかり守りながらなんでゴッドカツになったんだろう。神の絵を飾ってゴッドカツ出してる。なんでめっちゃ話聞きたいね。そう、これ秘密を知りたいゴッドカツの、それかだからすごく働いた社員のご褒美に近所に店出してあげたとかなんかそういう話なんじゃねえかってぐらい好きなの1店舗やらしてやるよ。そうカツなじゃあカツやってやるわっていう感じで分かんないよ。だからこれ行ってみようちょっとね、皆さん気になったら行ってみてください。あと秘密を知ってる方ぜひ
教えてください。あこの店舗が一体何なのか。めっちゃいい店というわけで以上カードトークでした。文化放送宮下草薙の30分。